産とトヨタ、当時のライバル。27年、ほぼ30年後にもライバルですね。年式的には同じ平成2年になるのかな、1990年。まあね、日産派もいるし、トヨタ派もいるし、私も前から言ってるんだけど、日産派じゃないかなっていつも言うんだけど、でもね、私はいろんな車好きだから、この2台を比べてみるのが楽しいんだよね。同じ1990年、平成2年かなの車の、ライバル同士の鍵ですね。日産のセドリック、シーマ用の鍵、トヨタクラウンの鍵ですね。どっちもかっこいいんですけど、どちらかといえば日産勝ちじゃないですかね。かっこよさからいくと細かいな。 GTR も確かにね、ものすごいかっこいい鍵でしたね。クラウンもこの辺りはいいと思うんだけど、あんまりにも普通すぎるというかな。ちょっと普通ですね。アメリカでビップカーは今クラウン2台、シーマ1台、3台持ってる人はあんまりいないかな。楽しいな。ビップ派だね。日産派、それと日産トヨタとかよりもビップ派だね。何派でも何でも、もうどの派でも俺がもう入っちゃうんで、面白いのは、とにかく面白いのは、経験してないのは、あまり乗ったことないような車に興味があるので、何でもいいよねみたいな。その方がいいけどね、どっち派っていう、もう絞ってね、一つだけよりもいろんな車とかいろいろね、いろんなところにこうね、面白いところがいいんじゃないのかなと思うんで、見た目的にはサイズ的にも似てるところがありますよね。やっぱり90年代だから、こういうパーツが同じような見た目、四角いヘッドランプとか、またグリルに似てるところは似てますけどね。やっぱり当時同じ平成2年元年あたりの車に日産とトヨタに違いがありますよね。テールランプとかもね、トヨタは大きいな。日産より随分大きい。もちろん改造車としては純正のものとの違いがあるんですが、そうだな、テールランプの違い、もうトヨタ派手ですね。でかいっていうか、こちらの日産の方がちょっとスマートかな、小さくて。こんな感じですよね。中がオプションがすごいのは日産ですね。もうちょっとシンプルなのはこれトヨタですね。この時代のこの車、もう一台の白いクラウンと違ってメーターがデジタルだよね。最初の頃のデジタルメーターなので、ちょっとその辺はね、日産にはまだなかった。早かったのかな、わかんないんだけど、内装的にはほぼ一緒だよね。で、シートはもう似てるよね。ほぼ同じ。匂いも日本匂い、ここも。ただシーマの方がヤンキーが乗ってたかな。やっぱりね、タバコの匂いがすごい。この車は程度がものすごく良くて、匂いが日本の匂いがあるけどタバコの匂いがないですね。それと7万キロしか走ってないですね。3台のビップカーの中で一番なんていうんですかね、オリジナル、変にいじられてないのはこの茶色クラウンですね。もうこの辺りラジオとかは全くオリジナルですね。この辺も。あと日産よりね、例えば今もうみんなね、携帯少なくても一つ
2つ持っている方が多いと思うんですけど、携帯少なくてもね、1つ、まあ2つ3つ持っている方もいるんだけど、トヨタの方がこの辺りにこの場所があるのはね、ここにシーマのここにブレーキリリースがあるから何も置けないんですよね、そこには。でもトヨタだとほら、今の携帯電話などのものには合ってるよね。それとまあこの中はもちろんこれも入りますけど、この前は言った隠れるところがもういっぱいいっぱいあって、携帯電話もね、ここはできないことはないし、ここには押してもそうだよね、壊れてたもんな。まあこういうところもある。いいね。まあちょっと先のことを考えてたのはトヨタなのかな。この辺はトヨタ勝ちじゃないですかね。ただやっぱりね、当時のデザイン、なんていうかな、新しく感じたのは日産なのかな。シーマの方が、まあ今時っていうのは今の話じゃないんだけど、90年代バックトゥザフューチャーかなんかみたいな感じに戻って比べたら、まあ確かにこれデジタルだろうと思うんだけど、なんかこの辺りはまだちょっと80年代臭いなっていうところもありますよね。日産の方が進んでたのかな、その辺は技術が。ただなんていうの、必要性っていうのかなから考えると、これはトヨタ勝ちですね。この辺は日産にはなかった。まあいろんなオプションがありすぎて、ハンドルも意外とシンプルですね。これはその違いがあるけど、この1台が一番オリジナル。全然オリジナルなのはこれ。まあこれオリジナルじゃないよね。金綱と房はオリジナルじゃないの。ボディキットもね、ホイールとかオリジナルじゃないんだけど、中は全くオリジナルで、嬉しいのはですね、日本のラジオで自分の好きなトークラジオ AM ラジオでも聞けますね。ここで FM もつながるかな。やってみよう。サーチがある。ほら止まるかな。お、止まんなかった。お、入った何かが入った。アメリカはもうちょっとこれ押し続く。お、ちょっとね80年代臭いところがあるな。まあここまでね、まだプラスチックをこれ長年巻いたままにするのは日本人しかいないかもしれないな。アメリカ人には絶対ない。ただまあすごい気持ちはわかるけど、まあでもここまで来るとさ、ここまで来るともういいんじゃないのかなと思うよね。ない方がいいかもね。ことはこの車いい音しますね。まだね3台の中、まあシーマはまたね特別なんで、カードが挿入されてません。カードが挿入されてません。これ外しておかないとね、もう使えないな。とにかくエンジン音がいい。でも力ない、相変わらず力ない。高級車はね、やっぱりね、ここ踏むともうさーっとスムーズにいくようにっていうのは期待してもいいかなと思うんだけど、クラウン好きだけど V8 じゃないと自分は満足しないかもな。特にシーマと比べられないもんな、そのね速さ。しょうがない。どんなにパワーモードがあってもね、エコノミーモードもで乗りたいと思わないんだけど、パワーモードに入れてももともとパワーのない車にパワーないね、パワーモードがあっても。だからもうどっちかって言えばこれだよね。その時はね、1、2、
3はまだ楽しく運転できるもんね。パワーモードがあっても、まあ文句じゃないよ。V8 に乗るの楽しみですね。